タス店舗営業部の白谷です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、これからの季節に人気のカーテンの中でも遮熱効果のあるレースを中心としたアイテムをご紹介したいなと思っております。これからすごく日差しが強くなる時期に差し掛かるんですけれども、テクニカルなことを言えば赤外線とか紫外線はシャットアウトして、強い日差しは避けて外からの暖かい光だけを取り込める、そういう機能がついたカーテンになります。厚地のカーテンの方がその遮熱率は高いので効果は大きなものが期待できるんですけど、レースもレースで例えば二重に折られてあるものだったりとかで普通のレースのカーテンより少し厚地にすることできっちりと遮熱の効果得られるものもたくさん出ているので、そのあたり今日はご紹介したいなと思ってます。今回は7点、レースを中心にご紹介させていただこうと思ってます。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこちらのレースカーテンなんですけれども、今回新作で出しているイゾラというシリーズ名のレースカーテンになってます。このイゾラのカーテンはもともと少し厚みのある生地を使用してまして、その厚みのある生地の手前側をカットすることでこの透け感を出してるんですね。表面をこのようにカットしてフリンジ感を出すことでより立体感が出る生地になってるんですね。でそれをうまく幾何学模様のようなデザインに仕立て上げていて、デザイン性も高くて遮熱の効果もあるすごい素敵なカーテンになってます。特にこのイゾラで使っている生地はシャリ感がありまして、ちょっと麻のような風合いがあるんですね。で光沢をある程度抑えることができているので、アクタスの家具ですね、結構北欧だったりとかナチュラルな雰囲気の家具が多いんですけれども、その家具ともぴったりと合うレースのカーテンになっています。夏場、これからの時期は遮熱ってすごく役に立つと思うんですけど、冬場に使っちゃうと熱が逆に出てっちゃうとかなんですか？熱を出すわけではなくて、少しこういう厚地のレースカーテンをかけていただくことで窓とこの生地の間に少し空気が生まれるんですね。その空気が冬場は暖房でお部屋の中温めると思うんですけど、そのお部屋の中の暖かい空気を窓から外に出さないっていう役割も備えているので、遮熱のカーテンは夏だけではなくって冬も効果が十分期待できるカーテンになっています。特に冷暖房効果はめちゃくちゃ期待できるので、カーテンお買い替えとかご検討の方はぜひ遮熱のカーテンはおすすめです。続きまして隣にあるこちらのオンフルールという、こちらも同じく新作のカーテン、こちらをご紹介させていただきます。先ほどご紹介しました、イゾラと実は同じ生地を使用しております。イゾラはフロント側、手前側でカットをして、あえてこのフリンジで立体感を出す手法だったんですけれども、こちらのオンフルールは逆にですね、裏側から生地をカットしまして、刷毛目のようなブラシタッチの柄を出しているのが特徴です。イゾラと違いまして、柄自体が縦に流れる柄になっていますので、今ドレープ綺麗に出てるんですけれども、カーテンの縦ドレープととても相性がいい柄になってます。ある程度この厚地の生地のところは外からの視線も気にならなくしてくれる効果もあるので、割と目隠しの効果も期待ができるレースカーテンになっていますので、日中ねお部屋にいらっしゃるお時間が長かったりとか、それで外からの視線が気になるような立地に立っているお部屋にお住まいの方なんかにもとてもおすすめの商品ですね。続きましてはこちらのヨークというアクタスでも一番人気のある遮熱効果のあるレースカーテンご紹介させていただこうかなと思います。先ほどご紹介しました2種類の生地と違いまして、今回は二重に折られた生地のレースカーテンになってます。二重になっている生地の間に糸を挟み込むような手法でこの横のボーダー柄をうまく出している
デザインのレースカーテンになるんですね。二重折りにすることでより空気を含みやすくなりますので、遮熱の効果もそうですし、先ほどの生地に比べますと少し地圧になりますので、こちらのヨークという生地は遮熱だけではなく外から見えにくく、する効果も期待できる多機能のカーテンですね。最近2枚でカーテン使わずに1枚だけっていう方もいらっしゃって、やっぱり2枚かけるとそれだけ厚みが出てくるのでお部屋の中圧迫感を与えてしまう可能性あるんですね。外からの視線気にならなければこういうの1枚かけておくっていうのもすごい素敵かなと思います。続きましては、こちらのエッセンという生地のご紹介になります。実は今回この撮影にあたって私お部屋で実際使わせていただきました。程よく光沢感もあって、私のお部屋そこまでモダンではないんですよね。ちょっと北欧のテイストのお部屋なんですけど、ルームツアーしていただきましたもんね。そこで、使わせてもらったんですけど、全然違和感なくどんなテイストのお部屋にも合うんだろうなっていう印象です。こちらのエッセンはですね、先ほどのヨークと同じで二重の生地の中に同じく特殊な糸を中に挟み込むような手法で仕上げてまして、透け感あるんですけども結構しっかりと肉厚感もあってとても遮熱の効果も高いですし、こちらの生地は実は UV カットの効果もありまして、UV カット率実は 70% ということで、お部屋の中の大切な家具ですとかフローリングの場合床もやっぱり焼けちゃうっていうこともよく聞くんですけど、床材ですとか大切な家具を守る意味でも UV カットの生地は結構有効かなと思います。特におすすめは今展示もそうなんですけど三つ山でしっかりこれ2倍ひだになるんですけどドレープをしっかり取ってあげるのがおすすめです。表情も出ますし、もともと落ち感がしっかりとある生地なのでドレープ感がとても美しいかなと思いますので、ぜひこれはもうひだをたっぷり取ってもらうのがいいかなと思います。続きましてこちらのシャペコという生地をご紹介したいと思います。ここからはレースではなくドレープ厚地の方のカーテンを少しご紹介したいなと思います。これ厚地なんですね。そうなんです。どちらかというと、レースとドレープの間のケースメントみたいな立ち位置になるんですけれども、実際厚地としてお使いになられているケースも多いですね。こちらのシャペコという生地は厚地と、薄いレース生地を2枚貼り合わせて作られた生地になっております。でこの厚地の部分はしっかりと、ドレープの役割を果たしてくれて、そこに透け感で柄を表現するような生地になっていますので、こちらのシャペコと先ほどのこういう遮熱のレースカーテンを合わせて使っていただくことでより効果が期待できるなと思います。日中お部屋にいらっしゃる時にもうどうしても本当に西日が強かったりとかする場合厚地のカーテンをもう閉めてお部屋で過ごされる方もいらっしゃるようなんですけれども全く透け感がない厚地のカーテンを日中かけているとちょっとどんより暗い気持ちになってしまいますので、そういう時はこういうシャペコのような少し透け感があるドレープのカーテンをお昼間もかけていただくことで、光は取り込みながら、遮熱ですとかあと UV の効果が期待できるので、そういった使い方が特におすすめです。続いて同じくドレープの中でグラナダという生地をご紹介させていただきます。こちらは新作の生地になってます。で先ほどの、シャペコですとかレースカーテンと違ってすごくシンプルな折り感のある生地になってます。こちらなんですけれども、遮熱は当然のことながら遮光の機能も備えてまして、特に使われるのが、一般のご家庭だと寝室、やっぱりぐっすり眠りたい時に朝の光をある程度遮ってくれるような効果を持つカーテンを持ってくることも多いですし、あとは今日テーマにしている熱を遮るっていうところに関しても遮光の効果がないカーテンに比べると、よりやっぱり熱を遮断してくれるというところで効果はすごく高いですね。
こういう遮光のカーテンを使われますとお昼間外出されている方とかやっぱり多いと思うんですね。日中あまり家にいないです。私もそうなんですけど、そういった方はもうこういう遮光のカーテンを閉めて外出されると家に帰ってきた時の温度が全然違うのと、あと冷房をつけた時の効きがやっぱりすごく早いので、日中あんまりお家にいないですよっていう方もやっぱり遮光のカーテンはおすすめなんですね。遮光のカーテンっていうと結構地圧でテカテカ光沢感があって重いっていう印象をお持ちの方多いんですけれども、こちらのグラナダの生地は見ていただく通り結構マット感がある生地になってまして、光沢感を極限まで抑えて仕上げていますので、アクタスで展開しているようなナチュラルな家具ともとても相性のいい生地になっています。折り感がとってもあるので、無地ではあるんですけれども、表情がすごく楽しめるカーテンになってまして、さっきと同じように少しひだを取ってあげるとより表情が楽しめるかなと思います。では続きまして最後にウェリントンですね。こちらの遮光のカーテンをご紹介させていただきます。これ本当にアクタスの遮光のカーテンの中ではもう本当に人気のある生地になってます。さっきのグラナダと同じく折り感のある生地が特徴なんですけれども、グラナダに比べると少し光沢感があって、ナチュラルなお部屋というよりはどちらかというと結構モダンなテイストがお好みの方にもしっかりマッチする生地になってます。遮光と一口に言いましても実は等級がありましてこっちが今、いわゆる3級と呼ばれるレベルの遮光で、こっちが2級で、こっちの方が遮光の効果が高いんですね。で見ていただいて分かる通り光が本当に透けない仕様になっているので、さっき寝室でというお話はしたんですけれども、結構朝苦手な方とかは、こちらのウェリントンとてもおすすめです。アクタスで結構売れている理由としまして、このグレートーンの色合いもあるかなと思ってます。ウッド系の家具を多用するインテリアが多いんですけれども、そういうところにグレーって結構薄いナチュラルな木の色もウォールナットみたいな焦げ茶の色でもどちらでも合う中間色になってくれるので、結構グレーをカーテンで取り入れられる方も多いんじゃないかなと思ってます。ちょうどグレーとベージュが合わさったようなグレージュと呼ばれるような色合いなんですけれども、とてもフローリングにも合う色かなと思います。実はちょっともう一つおすすめのレースカーテンがありまして、こちらの、黒いレースカーテンなんですけれども、これ、新作なんですね。メメという生地の、ご紹介になります。遮熱の効果はないんですけれども、黒い色が熱を吸収してくれる効果があるので、それによるある一定の遮熱効果は得られるようになっています。柄が特徴的なレースカーテンになります。日が差してくるとその柄が床に映るような形で、柄もすごく楽しめるカーテンかなと思っておりますので、今日はご紹介させていただいています。これも比較的厚地の生地を裏からカットして柄を浮き立たせているようなカーテンになりますね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。アクタスのカーテンって今どれぐらいあるんですか？今ですね、オリジナルの生地で60種類以上あります。今日はその中の7点プラスおまけぐらいの話ですね。そうですね。特にこれからの時期におすすめの7点をご紹介させていただきました。カーテンってすごい難しいと思うんですよ。窓によっておすすめのやっぱり機能性のカーテンが必要なのかそうじゃないのかとか、そういったこともやっぱり店頭に来てご相談いただくのが一番いいのかなとは思いますし、サイズはもちろんなんですけれども、そのひだの取り方ですとか、細かいことを言えば裾の仕上げだったりとかも何種類かありますので、そのあたりも最適なものをご紹介できるかなと思ってます。冒頭にお話ししたんですけれども、暑い夏がもうそろそろやってきます。カーテンなんですけれども、検討いただいてからお届けまでだいたい1ヶ月ぐらい平均して皆さん時間かけていらっしゃるので、
暑くなる前のこの時期にぜひアクタスに足を運んでいただけたらなと思います。以上、店舗営業部の白谷がお伝えいたしました。ありがとうございました。